スプレッソバーバブです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちらのめちゃくちゃ薄いパックスクリーンを紹介しようと思います。こちらのブランド名のですね、正確な読み方が未だに分かっておらずで申し訳ないです。以前ディストリビューターとバスケットを紹介した際、イカペさんというふうにですね、呼び方で、呼んでおりましたが、イカペさんという呼び方ではないかもしれませんので、今回はこれまで通りイカペさんというふうに呼ばせていただきますが、正確な呼び方が分かり次第、間違っていましたら概要欄に修正を記載するようにいたします。私もですね、たくさんのパックスクリーンを使っておりますが、今回のが一番薄いです。この厚さがですね、0.2 ミリです。で、私のですね、これまで持っていたパックスクリーンというものの中で一番薄かったものがこちらですね。フレアエスプレッソさんのものになりまして、こちらでですね、0.5 ミリというものになります。でこれもですね、かなり極薄だと思っていましたけれども、今回のはさらにめちゃくちゃ薄いです。素材はどちらもステンレススチールというもののようなのですけれども、柔らかさがですね、結構違ってきております。フレアエスプレッソさんのはですね、割と固めというか、ほんの少しだけですね、しなるという程度になります。映像だと伝わりにくいですが、ほんの少ししなる程度です。で、私のイメージ的にはですね、このイカペさんのですね、バックスクリーンにつきましてはですね、イメージ的には弾力のあるフィルムみたいなですね、イメージになります。ちょっとわかりにくいですが、もう本当にこう、ぐにゃっと、ペラペラにですね、このようにぐにゃっと曲がるようなものになっております。説明欄にはですね、紙の厚さに相当するというふうに書かれておりまして、それぐらい薄いです。で、この薄さのですね、メリットというところなんですが、別の動画でもお話ししておりますが、パックスクリーンが薄いということの一番の恩恵はですね、エスプレッソの粉量に影響しないということだと思います。この 0.2 ミリですね、こういう厚さはですね、もう全くと言っていいほど粉量に影響しないので、エスプレッソで粉量を増やしての調整をしたいという時にも対応できます。しかもシャワーヘッドへの粉の付着というものも軽減、ちゃんとですね、効果がありますので、パックスクリーンとしてもちゃんと機能していると思います。あとは穴の大きさですね。言い換えるとこのメッシュの細かさというところですね。こちらはですね、数値データはなかったんですけれども、メッシュはですね、粗すぎず、細かすぎずという印象になります。メッシュの水のですね、透過度合いというのはですね、細かいのはわからないですので、推測も含みますけれども、メッシュのですね、粗さ、細かさ、そして厚み、最後にですね、メッシュ自体の複雑さがですね、つまりは一重なのか、二重なのかとか、メッシュを構成している素材のですね、絡み具合が関係しているように思います。で、メッシュの粗さというところでいくとですね、フレアさんのものとですね、比べたときには、フレアさんの方が穴が大きいことがわかります。カメラだとわかりにくいですが、フレアさんの方が少し粗いような気がします。で、そう考えてみるとですね、他のいろいろなパックスクリーンを比較しながら使ってみた感想としてはですね、やはり薄さが影響してですね、水の抜けというところはですね、このどちらもですね、良い部類に入ると思います。で、私がですね、よく利用しているこの MHW3 ボンバーさんのですね、こちらのものとですね、比べますと厚みが 0.8 ミリですけれども、こちらの方がですね、感覚としては、比べると水の抵抗がほんの少しだけ大きい気がします。気がするというレベルで、通常にですね、使用する分にはどれも全く問題なく使えますので、どれを使っていただいてもいいかなとは思います。使用した私の感覚としてはですね、水の抜けはこの MHW3 ボンバーさんよりこちらの2枚の方がですね、よく通るかなというふうに思います。あともう一つだけですね、少しマニアックな使用感をお話ししようかなと思います。
これはですね、やる人とやらない人に分かれると思いますが、バスケットにですね、粉を入れて、こちらですね、バスケットに粉が入ったと想定してください。そして、WDT ツール、ディストリビューターでタンパーと、いうふうにですね、流れがあるかと思いますが、その後にですね、このパックスクリーンを載せるというですね、動きがあるかと思います。で、その工程の後ですね、皆さんは何かお決まりのルーティンはありますでしょうか？で、私がですね、やっているのはパックスクリーンを上に載せた後ですね、ハケみたいなものですね。こういったものを使ってですね、パックスクリーンの上とかバスケットの内側にですね、少しついている粉を取り除きます。これはですね、ハケじゃなくても柔らかい筆みたいなものとか、ブラシとかでもいいと思いますし、あとは空気を送るですね、ブロワーみたいなものをですね、使われている方もおられると思います。今回はですね、ちょっと見ていただきたいのがありまして、実演したいと思うんですが、この3種類のですね、パックスクリーンを乗せた状態で、粉をですね、ちょっと吐いてみようかなというふうに思います。イメージ的にはですね、こういった形で粉があるとして乗せたとお考えください。で、この後ですね、この内側のところとか上のところを吐くんですけれども、この MHW3 ボンバーさんの方はですね、全くですね、パックスクリーンがツルツルに、加工された金属ですので、全く影響なくですね、吐くことができます。一方でですね、このフレアさんの方ですね、こちらをちょっと乗せてみたとして、で吐こうと思うんですけれども、なんて言うんでしょう、この毛を使っているのでですね、この毛がこの穴に入ってですね、ちょっと今だと、こうですね、引っかかってですね、わかりますかね。穴に毛が入って、パックスクリーンが動いたり、回転したりするということが結構起きます。こういったことが起きるのがちょっと、使いにくいなと、普段のルーティンの中では思っております。で、この今回の新しいスクリーン上のですね、パックスクリーン。こちらも表面がツルツルですので、動くことっていうのはありません。ちょっと今粉がない状態なので、このバランスが悪いですけれども、これは動くことがありません。はい、ということでですね、ハケの部分の毛がですね、部分的には引っかかるというものとそうでないものがありますということをちょっとお伝えしておこうかなと思います。めちゃくちゃですね、細かなことなんですけれども、毎日のルーティンとなりますと、この小さなことがですね、結構使い勝手につながってきます。こういったちょっとした使い勝手から、私個人的にはですね、最近 MHW3 ボンバーさんの、パックスクリーンか、もしくはイカペさんの、パックスクリーンを使うことが多くなってきてですね、気に入っているということになります。で、先ほどお話しした通りですね、若干ですけれども、水の抜けとか圧力をかけた時の抵抗の違いに差があるように感じております。なので、何回かですね、同じ豆を使って、エスプレッソですね、抽出していると、豆のメッシュでの調整以外の部分で、少しですね、抽出が早いなという時には、MHW3 ボンバーさんのものをですね、使うようにしてみたりとか、抽出が遅いなという時には、イカペさんの方を使ってみると。で、抜けを良くするというようなことをですね、して楽しむこともあります。はい、いかがだったでしょうか。今回はイカペさんの極薄パックスクリーンをレビューしてみました。結論としては、すでにお気に入りのパックスクリーンをお持ちであればですね、あえて買い足すまではしなくてもいいような気はしました。ただ、0.2 ミリというですね、ここまで薄いパックスクリーンはあまり見かけないように思いましたので、パックスクリーンを使いたいという場合に、粉量を一切気にしなくてもいいという時に重宝すると思います。また、デザインもですね、個人的にはとってもクールだと思っていますので、気に入っております。あともう一つ言いますと、こちらがですね、先ほどお伝えした通り、フィルム状になっておりますので、掃除がですね、ちょっと他のものより大変かなと。結構目が、ここのところにですね、粉が詰まってしまうということがありますので、これの点は最後にお伝えしておきたいと思います。パックスクリーン選びの参考になりましたら嬉しいです。このチャンネルではエスプレッソを中心にコーヒーに関する内容をアップしています。ツールの紹介や焙煎系の動画もアップしておりますので、少しでも興味が湧いた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。